意識して内もも使うぞみたいなね、やってしまうと、それはもう意識した歩き方ですよね。こうこんにちは、はこです。今日は内ももを使って歩いてみるっていうのをやりたいと思います。で、前回ね、どうして内ももがね、たるんでしまうのっていうお話をしたと思いますので、内ももがたるんでしまう理由については、そちらの動画を参考にしてください。で、じゃあ、内ももがね、たるまないためにはどうしたらいいのっていうお話で、日常生活の中で使われるのがね、ベストですっていうお話をしました。で、その中でも歩くっていうね、行為が日常生活の中でね、内ももが使われるっていうお話もしました。ですが、意識して内もも使うぞみたいなね、内旋するぞってやってしまうと、それはもう意識した歩き方ですよね。ちょっとできないですけど、使おうみたいなね。これではナチュラルな歩き方ではないですしね。逆に変な力がね、太ももとかね、入ってしまうので、そういうことではなくて、ナチュラルに自然に歩いていく中で使われるようにしていきたいですね。では、歩くためにどこをね、緩めていったら自然とね、股関節を使って、股関節がね、内旋、外旋しながら歩けるかっていうと、もちろんね、股関節を緩めて整える必要があります。それから、以前のね、動画でも何回かね、お話ししてますけど、股関節と肩甲骨って連動して動くんですね。なので、いくらお尻歩きで股関節を緩めても、肩甲骨がガチガチだと歩けないんですね。なので、股関節を緩めて、肩甲骨を緩める必要もあります。それから、足首が硬いと、後ろにね、足が残せないですよね。これ、硬いから。また、足首が硬いと股関節と連動して動いているので、またね、股関節も固まってきてしまうので、股関節、肩甲骨、足首のポイントを今日は緩めて、自然と歩きやすい体にしていきたいと思います。では、股関節を緩めていきましょう。お尻歩きで股関節を緩めていきます。まずね、お尻を片方ずつ床から浮かせていきましょう。あぐらでやりにくい方は、椅子で同じことを足を下ろしてやってみてくださいね。そう。で、この時に膝はね、持ち上げすぎないように気をつけて、お尻が浮く程度に動かしていきます。はい。そしたら骨盤を後ろに倒します。わかりやすくね、横を向きます。はい。後ろに倒して、はい、起きて、今度は骨盤をね、前に倒していきます。で、この時に、こうならないように骨盤から前傾させていきます。はい。じゃあ、反対の足に組み替えて、はい。同じことをしましょう。そう、お尻がね、浮く程度にします。で、不安定でね、怖い方は手をついて安定させてやってください。はい。でもわざとね、膝をね、持ち上げすぎないように気をつけます。はい。で、もう一度頭を前にして骨盤を後ろに倒します。はい。起きて骨盤をね、前に倒していきます。はい。OK です。このね、お尻歩きをすると股関節がね、動かしやすくなるっていうことを、以前のね、動画でもいろいろとね、お伝えしているので、詳しく知りたい方は他のね、動画も参考にしてください。はい。では次に肩甲骨を緩めていきたいと思います。
で、肩甲骨を緩めるっていうと、肩甲骨をね、なんかこう動かしたくなる方が多いんですよ。でも、肩甲骨を動かそうとするあまりに、肩甲骨に力が入ってしまう方が多いので、今日は肩甲骨を動かしていると自分では思ってないんだけれども、勝手に実は動いちゃってるっていうね、動きをやりたいと思います。で、こちらの動きもね、本の中では紹介しているので、ぜひね、本も見てみてください。はい。そしたら片手をこのようにトレーとかね、お盆を持っているような手にします。そしたら反対側にこういうふうにね、肘のところを支えてあげます。はい。そしたらこのトレーを落とさないように肘を前に伸ばして、で、横に開きます。で、元の位置に戻ってきます。落とさなければいいです。こうならなければいいです。前から横に。で、手のひらがね、こうなので、こっち向いちゃうとちょっとやりにくいですね。こうですね。前から横に。そう。で、これをただくるんくるんって、くるんくるん。で、慣れてきたら、ちょっと角度を上にしてくるんくるん。で、角度を下にしてくるんくるん。はい。下ろしてみます。私、すごく肩がね、私すごくわかりやすいのでね、下がってると思いますけれども、皆さんもね、鏡とかでちょっと確認していただくと、緩めた方の肩がね、自然と下がって、あとはですね、肩の位置が横から見たときに、これまだやってない方ですね。こっち向いてますよね、前の方。で、やった方は肩がね、こう開いて横をね、向いているっていうのがわかると思います。あとはそうですね。手を上に上げてみると、わかります？こっちの方が断然後ろに来てますよね。可動域が広くなるので、手がね、上げやすくなります。で、今度はですね、私、後ろを向いて反対側の手をやりたいと思います。で、なぜ後ろを向くかというと、皆さんね、こんなんで肩甲骨動いてるのかなって多分ね、疑問に思われると思うので、実際に私のね、肩甲骨が動いてるのを見ると、トレーくるくるしてたけど、実は動いてたんだなっていうのがわかると思うので、今からね、後ろ向きでやります。なので皆さんはさっきと反対の手、トレーに持って用意してください。はい、じゃあ後ろ向きますね。はい。トレーを持って反対の手は下に支えてあげます。はい。そしたら前に伸ばして横に開いて戻す。前から横に。それを繰り返していくと肩甲骨がね、くるくる動いてるのが後ろからね、見てわかると思います。慣れたらちょっと上に上げていってまた下げてきます。はい。よいしょ。どうですか？ね、両方動かしやすくなりました。はい。ではね、次に足首をやりたいと思うので、立ちましょう。では、足首を緩めていきましょう。片足で立って、こうね、膝を曲げていくので、ぐらぐらするのが怖い方は、壁とか、椅子の背もたれとか、何かね、掴まれるものに、このようにね、手を置いてください。片方の足をね、後ろに出します。で、この足があんまり近いと、このね、足首を伸ばしたいのに、指を曲げてしまうことになるので、ちょっと後ろに置いてください。はい。で、この時に、かかとがまっすぐになりたいので、こういう風に足首が曲がらないように、まっすぐにしましょう。はい。で、足がつらないように気をつけてくださいね。立ってる足の膝を曲げることで、後ろの足のこの足首から甲にかけて、じわっと伸ばします。で、ゆっくり立ちます。でも、つりそうな方は、すぐ立ってくださいね。ゆっくりじわーっと伸ばして、
はい、立ちます。そう、伸ばしたいのはここですね。足首から甲にかけて伸ばしていきます。もう一度、じわーっとゆっくり上げて伸ばします。もう一回だけ行きましょうか。じわーっと伸ばして立ちます。で、私はね、わかりやすいのですごく差が出るんですけど、わかりますかね？右足がだいぶ左足より下がってますね。これだけやっぱり緩んで可動域がね、こう広がったっていうことですね。こう動かしてみると、緩めた方の足の方が動かしやすいのがね、わかると思います。あと、歩いてみるとですね、緩めた方の足は後ろにね、残りやすいっていうのがわかると思うんです。こっち硬いとこのまま、ここから前に行ってしまうので、緩めると、こういうふうにね、残りやすくなります。そうすると、さっきの内ももがね、使いやすくなります。はい。では、反対もやりましょう。何かに捕まって、後ろに足を出して、で、足首が曲がっていないか確認をね、ちゃんとしてからやりましょう。はい。で、じわーっと前の足伸ばして、前の足曲げて、ここね、伸ばしていきます。はい。前の足を曲げて、後ろの甲から足首にかけても伸ばします。何回かね、やってみましょう。じわーっといって、伸ばしていきます。ね、自分のできる範囲でやってくださいね。じわーっといって、戻していきます。はい。これで、両方のね、足が動きやすくなりました。これで股関節を緩めて、肩甲骨を緩めて、足首を緩めたので、歩くときに自然と後ろの足がね、使われやすくなるはずなので、ぜひね、力任せに後ろの足を使うぞと思って歩くのではなくって、自然と全身を連動させて、後ろのね、足の内ももも使えるようにしていきましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。